こんにちは、イラストレーターのミミみかんです。今回はホロライブ3期生ウルハルシアちゃんを描いていきます。キラキラした夜のイメージで描いていくので、キラキラ感がうまく出せないよって人は参考にしていってください。まずラフの上からなぞるように線画を描いていきます。ラフの不透明度を下げておくと分かりやすいです。線画を描くポイントとしては、立体的に見せたいものの下に三角形の影を入れるのがおすすめです。線画に立体感が生まれます。線の強弱をしっかりつけることすごい大事で、特にシンプルな塗りの人ほど線画が重要になってきます。顔も同じようにメリハリをつけて描いていきましょう。目を強調したいので、最終的に一番太くなるのは目の線画ですね。鼻や下まつげは細い線で描くと華奢な印象になるから好きです。ペンは自分の好みにカスタマイズしたものを使っています。個人的に元から入ってる G ペンは結構癖が強くて描きにくかったんで、G ペン合わなかったって人はクリスタでペンいっぱいダウンロードできるんで、自分の好みのペンを探してみてください。二次創作する上でのポイント、キャラを似せるにはどうすればいいのかってところについてなんですが、髪型がすごい重要だと思ってます。後ろ髪は短いんだけどもみあげは長くとか、ルシアちゃんっぽさの出るポイントですね。キャラの特徴となる部分はできるだけ崩さないようにしています。だいぶ描き上がってきました。あとは細部の修正をしたら線画は完成です。次は塗り。まず下塗りをしていきます。夜のイメージなので少し暗めの色を選んでいきましょう。ここでしっかり暗くすることで、後から描く蝶や瞳がより印象的に見えるんですよ。暗くしすぎると女の子特有の柔らかさが出ないので、暗すぎず明るすぎずを目指します。今は結構顔色が悪いんですけど、乾き込んでいくと血色が良くなっていくので楽しみにしていてください。背景には蝶と樹木を描きます。ポイントとしては、蝶は絶対目立たせたいので、木は邪魔にならないような地味な色で塗りたいです。だいたい色が決まったので、次は細部を塗っていきましょう。よくある質問としていただくのが、何のブラシを使ってるのかとか、ブラシサイズはとかですね。ブラシ情報について知りたい方は、左上のツールプロパティをチェックしてください。動画の最後には使ったブラシもすべてまとめているので、よかったらそっちも見てくださいね。光を描いていきます。紙につけて光がキラキラしている表現が好きなんですね。それとキャラに当たる光を最小限にした方が、後から描く蝶がキラキラして目立つかなと思って描いてます。光の境界線にピンク色を入れていきます。境界線に色を入れると柔らかい印象の光になります。今回はこの光と影の間に色を入れるというテクニックをめっちゃ活用していくので、他にどんなところに使うのか楽しみにしててください。細部も塗っていきます。光を描くポイントとしては、ぼかす部分とパキッとした部分を作るとメリハリが出ますね。やり方としては、最初パキッとした線で描いてから後でぼかしています。ブラ
ラシの使い分けなんですけど、シュッとした線を描きたいときは水多め、ふわっとさせたいときは柔肌ブラシ、もっとふわーっとさせたいならエアブラシを使い分けています。服の光の周りにもエアブラシでぼやっと明るい青を入れています。肌の時はピンクを足したのを覚えているでしょうか。光を強調したい時にこのテクニックを使うと綺麗に見えるのでいいですね。全体のバランスを見ながらシワの書き込みがうるさくなりすぎないようにチェックしながら書き込んでいきます。ただのシワなんですけど、コントラスト高くて結構目立つところなので頑張って描きます。胸の部分は特に柔らかさを強調したいので、柔らかいブラシでぼやーっと描くといいですね。髪のハイライト周りの部分を暗くしていくとコントラストでより印象的になってツヤって見えるのでおすすめです。つるっとした質感にしたいので柔らかい柔肌ブラシをうまく活用して描いています。髪の裏側を明るくすると画面がパッと明るくなりますね。このままの色でも綺麗なんですけど、蝶を目立たせたいので少しだけ地味な色に落ち着きました。自分で作った蝶のブラシをうまいこと変形させて羽ばたいているように見せています。蝶もこの作品の見せ場の一つなので手を抜かないでしっかりと綺麗に見せてあげたい。片羽ずつ切り取って中変形で調整しています。大きさにも気をつけながらメインのルシアちゃんを邪魔しないように配置していきましょう。遠くの蝶の線画なんですが、淡い色にして遠近感を出してます。蝶に限らず遠いものは淡く描くと画面が綺麗にまとまることが多いですね。蝶にキラキラした感じを出したいのでグラデーションの下地を作っておいて後で華やかになるように工夫をしています。
蝶の書き込み、シワみたいな線を描くとそれっぽくなるのでいいです。蝶は描くの難しいので、Pinterest などで資料を見ながら描くといいと思います。今使っている彩風ヒラ筆は筆感があって蝶の複雑な質感を出すのにとってもいいです。でも残念ながらもうダウンロードできないので、今持ってる人はラッキーですね。ぜひ使ってみてください。遠近感を出したいので、手前の蝶はしっかり書き込んでおきます。奥の蝶はざっくりで OK です。ざっくり描いた方がピントが合わずにぼやけてるみたいに見えるので、自然な遠近感が出るんですよ。細かいスパッタリングブラシでいい感じに鱗粉っぽい感じにしています。木の書き込み、画面が寂しくならないように書いています。あくまでも主役はルシアちゃんとあと蝶なので、木はほんと地味でいいですね。あんまり主張しすぎないように木は地味な色にして脇役に合ってもらいましょう。アイシャドウを入れたり目の下に色を入れたりしてより可愛くなるよう薄化粧しています。チークも入れます。肌色が灰色っぽい色なので血色を表現するのは重要なポイントですね。どうですか？さっきまで土毛色で顔色悪かったけど、薄化粧したら血色が良くなって可愛くなってきたと思いませんか？目も描き込んでいきましょう。キラキラ感を出すために光はひし形とかで描くのが好きですね。目の描き込みなんですが、少しザラッとしてる質感のあるのが好きなので、鉛筆っぽい質感のブラシを使って描き込んでいます。まつげちょいちょい。線画の修正です。気づいた人もいるかもしれないんですけど、あんまり綺麗な線画じゃなかったんですね。でもこうやって見ながら後で調整するので問題ないです。ずっと色のない線画を描いているのが得意じゃないので、こういう特殊な順番で塗っています。あとは細部の塗り残しも塗っていきましょう。だいぶ可愛くなってきたんじゃないでしょうか。こういう光が当たるポイントは目立つので、しっかり綺麗な形に描き込みたい部分です。ルシアちゃんは胸が控えめなので、あんまりふっくらしすぎないように、でもデコボコはしっかりわかるように描いていきます。貧乳キャラあんまり描いたことないから調整が難しい。あとはより綺麗に見えるように書き込みを修正していきます。
よりふわーって感じの柔らかい紙になるように柔らかいブラシで描き直してます。さっきまでのだとちょっと硬そうな紙だったので、影もこまめにいるとちょっと豪華に見えますね。アイシャドウとかまつげとかを描いて本日2回目のメイク。上まつげに瞳の色と同じ赤を入れるとよりキラキラ感が増して綺麗に見えるんで好きですね。目尻と上頭は肌色をうっすら入れて柔らかい印象の目元にしています。これは背景の木に線画を作ってます。あんまり背景まで見る人いないと思うんですけど、線画があった方がやっぱり豪華なので。ルシアちゃんの襟の部分、色が違うの忘れてました。キラキラしたホコリみたいなのを描き込みたいので、スパッタリングブラシでホコリを描いていきます。オレンジ色のぼやっとした光を描き込んで豪華な光を演出しています。服や肌にも同じように光の周りに色を足した描き方をしたのを覚えているでしょうか。光は境界線に色を入れると鮮やかで印象的になりますね。もう少しだけキラキラ感を出したかったので、四角い紙吹雪みたいなのが出る自作ブラシを散らして画面を華やかにしています。背景の木を描筆、背景の黒と混じって見えにくくなってしまっていたので赤で描いて形を捉えやすくしています。編集してて気づいたけど赤でもなんかおしゃれですね。あとは蝶ですね。結構後ろの方の蝶が雑なのでしっかり描き直します。ここが終わったらほぼ完成じゃないでしょうか。
いやー、結構長い動画になりましたね。10分ぐらいの動画だと何やってるかわからないという声を聞いたので、今回少し長めにしてみたんですけど、どうだったでしょうか。今回ぐらいがちょうどいいって人も、短い方がいいって人も、ぜひコメントしていってください。それを見て今後の動画の方針とかを決めるので。あと質問とかリクエストもあったらコメントで教えてください。リクエストは全部消化できるかわからないですけど、参考にはさせていただきます。今回のまとめとしては、線画でメリハリをつける、三角形の影をつけたりしましたね。で、夜をイメージしたイラストなので、下地をしっかり暗くする。あといろんなブラシを使い分ける。光の境界に色を入れて印象的な光にする。そんなところでしょうか。何か参考になっていたら嬉しいです。今実はホロライブにハマってて、特に3期生がめっちゃ好きなんですよね。その流れで今回ルシアちゃんを描かせていただいたんですけど、ルシアちゃんはね、セリフ回しがとにかくうまくてずっと楽しんで見てられます。この衣装も好きですけど、別の服が可愛いですね。3期生は全員好きなんですけど、マリンさんとかペコちゃんとか特に大好きです。笑い声が元気でいつも楽しそうな子が好きなんですよね。このチャンネルでは絵を頑張って勉強しているんだけどあんまり上手くならない、どう勉強したらいいかわからないという人向けにいろいろ動画を作っていく予定です。動画良かったよって人はチャンネル登録と高評価もらえると嬉しいです。あと今回めっちゃ編集頑張ったので、編集すごいって褒めてもらえるとすごい喜びます。よろしゅう。とか喋ってる間に結構かけてきました。あとは細部を書き込んだら完成です。動画の最後にブラシ情報をまとめているので、気になる人はそっちもチェックしてくださいね。ブラシ情報です。お疲れ様でした。